ねえ、ちょっとだけお話ししてもいい？あなたがサビだって悲しく思っちゃうかもしれないその緑色。実はね、ある宝石と同じ仲間なの。驚かせちゃったかな。でもね、本当なんだよ。お財布の中にあるコイン、私たちのすぐそばにいつもいる銅のお話。彼らは長い時間をかけて本来の姿である美しい緑へと帰っていくの。それは壊れるんじゃなくて、ただいまって言える場所に戻っていくような、そんなとっても静かで優しい変化。今夜はあなただけにこっそり教えたいの。磨いたばかりの赤茶色が静かに輝きを抑えて、あの形に姿を変えていく本当の理由。帰るという言葉をキーワードに、私と一緒に紐解いてみようか。この変化にはね、実は2つのステップがあって、まずは静かに黒いベールをまとっていくの。銅の表面にゆっくりと酸素が触れていって、酸化銅と呼ばれる深い色合いの膜が生まれるの。これは銅が酸素と反応してできる安定した酸化物の層のこと。そこから長い年月をかけて雨や風にさらされて湿った空気に包まれながら、あの独特な青みを帯びた緑、六章へと移り変わるの。ねえ、どうして緑色に変わるのか気になる？それはね、銅が空気の中にいる3つのものを同時に受け入れたからなの。酸素、水分、そして二酸化炭素。この3つが銅の表面でゆっくりと反応することで、徐々に安定した化合物へと変化していって、塩基性炭酸銅という美しい緑色の結晶が生まれるの。複雑に見えるけど、ただ周りにあるものを拒まずに結びついただけ。ねえ、金属になる前の銅はね、きれいな石の中にそっと隠れていたの。金のように輝く黄銅鉱や深い赤色の赤銅鉱、そして鮮やかな緑、マラカイトみたいな美しい姿。ねえ、面白いことが一つあってね。この6章はマラカイトと同じ炭酸銅系の仲間に近い構造を持つの。地中の鉱石から切り出されて金属という役割を与えられた銅は、空気に触れることでより安定した炭酸銅系の鉱物に近い状態へと変化していく。だからこれは劣化ではなく、本来の自分へと帰るプロセスなんだ。ねえ、この無機質な世界にもね、みんな譲れない性質があるの。金は反応しにくく安定した性質を持つ。誰にも自分を染めさせないように周りを拒んで永遠を守っているの。アルミニウムは酸化膜で自分を守る。透明な鎧をまとって自分を隠しちゃうタイプ。鉄は酸化が進みやすく環境の影響を受けやすい。
一生懸命外の世界と関わろうとして自分をすり減らしてしまうのかもね。そして銅はとってもしなやか。周囲と緩やかに反応しながら一番心地いい安定をゆっくり見つけていくんだね。ねえ、もっと深い理由知りたい？その鍵はね、目に見えないほど小さな世界にある電子のやりとり。銅の中では価電子と呼ばれる電子が比較的自由に動く性質があって、外の酸素や水分と電子のやりとりが起こりやすく、徐々に化学状態が変化していくの。そうして長い旅の果てに生まれるのがあの緑の結晶。それはもうこれ以上無理に動く必要のない完璧に落ち着いた究極の形。誰かに言われたからじゃなくて、最初から決まっていた本当の安らぎへ帰るための必然のプロセスなんだね。でも大丈夫。この変化は壊れるためにあるんじゃないの。表面の緑色はね、内側の銅を外から守る保護膜として働いてくれる。これ以上の反応を緩やかに抑える役割を持つの。だから銅はボロボロになったりしないんだよ。この六章の力、ずっと昔から頼りにされてきたんだよ。神社の屋根やあの自由の女神も、緑色が内側を優しく包んでくれているから、あんなに長い間凛としていられるの。六章には金属の表面に保護層を作り、内部の腐食を緩やかに抑える働きがあるんだね。変わることが長く一緒にいるための形になる。そう思うと、時間はもう銅を追い詰める敵じゃなくて、自分を完成させてくれる一番のパートナーなんだね。変わらないことだけが正しいなんて思わない。時の流れに身を任せて、ゆっくり変わっていって、自分が一番幸せだなって思える場所へ落ち着いていく。ねえ、そんな優しい生き方もあってもいいよね。科学は時々変化の意味を優しく教えてくれる。あの緑は銅が長い旅の果てに見つけた静かな答え。今夜の秘密の話、あなたはどう感じたかな？あなたがあなたらしく帰っていく時間をこれからも見守らせてね。またこの部屋であなたの声を聞かせてね。おやすみなさい。